こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、ゲーム再開がここまで待ち遠しかったのは、かなり珍しいです。やはり私はこの企画で、海底神殿攻略を最も楽しみにしていたようです。散々先延ばししてたじゃないの。良さげな攻略方法を見つけられるかが未知数で、取り掛かるのが不安だったのが半分。もう半分は、あっさり攻略方法を見つけてパターン化できてしまうのが怖かったからです。要するに、程よい難易度が欲しかったのね。なお今のところは連載中の2本が終わったら、新バージョンで2本立て連載しようと思っていますが、新息抜き企画は海底神殿を題材に選ぼうかと思えるくらいには、まだまだ調べたり縛ったりと色々遊べそうな手応えを感じています。さて前回は、海底神殿の基本構造の把握に努め、2階部分の壁撤去まで終えました。そしてランダム立体迷路の攻略方法を考えてみた、というところです。簡単には、4階に至るルートを絞り込む方法と、入り口に近いエリアを優先探索することね。なお3種類の建築材はすでに収集完了で、残るはシーランタンとスポンジ2種類です。ただしプレイ中はうっかりしていて、この建築材管理用チェストから、ネザーさんの建築が終わった後の手入れを忘れてました。足りない正確な数はシーランタンが117個、スポンジが138個です。スポンジ部屋5箇所分かしらね。早ければ3箇所目の海底神殿で収集完了しそうです。早ければね。さて、次からはいちいち拠点に戻らずに、連続で海底神殿を攻略することを踏まえ、慎重に遠征のアイテムを選択しています。ただ、スタックできないポーションは材料を持参するとして、醸造台はスタックできることに気づけず、一つしか持参しなかったのは失策です。試したことなかったの？複数持参する必要性を感じたことがなかったです。さてと、次は地図です。場所チェック済みの海底神殿は、主に東方面にあります。つまりメサの近くね。おそらくスポンジ集めで最も時間を要するのは、海底神殿を探し出すことなんですよね。この点はすでに終わっていてありがたいです。なお、うかつでした。前回の終わりでは、遠征準備はあっさり整うと思っていたのですが、フグのことをすっかり忘れていました。それで、何匹釣るの？まあ適当に。そして30分かけて釣り完了です。長いわよ。釣っている間に、スポンジ部屋が全然見つからなかったらどうしようとか考え始めて、釣りたいフグの数が徐々に増えていった次第です。さて、あとは金ブロック一つを解体して金の人参を作り、持参アイテムはこんな感じで、海底神殿遠征の準備が完了しました。なお行きがけに最初の海底神殿でシーランタンとビーコンを回収し、そのまま北東の海底神殿を目指す予定です。これからが本番ね。まあ釣りで時間かけてしまったので、この収録では2箇所目の海底神殿でエルダーガーディアン3匹倒すあたりまでが限界となりそうです。なお行きがけに、リンゴ拾いトラップに出くわしました。リンゴは捨てスキルのレベル低いものね。周囲を見渡しても、葉っぱが残っているのが1箇所だけで、なんだか違和感があります。それと、アカシアってリンゴ落とすんでしたっけ？つまり、この辺りの伐採は全然覚えてないのね。うおーちょ。起き抜けで寝ぼけて危なかったです。さて、一つ目の海底神殿に戻ってきたところ、ここで一度重くなります。前回ちょっと触れた、描画距離10チャンク未満でモブが湧きづらくなる現象が、解消されていれば、描画距離を下げてプレイする気になれるんです。テリーのパソコンがちょっと楽になるわね。仕様が残っているかの検証は、割と切実な問題なんです。魚を突っ込んでいくとか、船には失望しました。まあそれはともかく、ご指摘いただいた水使ってビーコンピラミッドに登る方法ですが、水蓮の葉が流されてしまうのが難点で、それで考慮外にしてた次第です。
うっかりしたら並べた睡蓮の葉が大惨事ね。まあうっかりしなければ良いという話もあるのですが、私の場合はパターン化が必要となりそうです。さて、ではシーランタンの回収に向かいます。あと取り忘れたスポンジもね。まあ一つ目はシルクタッチ使用を忘れてても許容範囲です。上から順に回っていくとして、4階部分は壁沿いにまあまああって美味しいです。これ多分、エルダーガーディアンのいる近くは戦いやすいように、意図的に明るく設計されているんですよね。なお、取り忘れていたスポンジは1個だけだったりしました。なんで1つだけ残すのよ。相当焦っていたようです。まあでも前回で、水中呼吸エンチャントの効果時間は体感してるので、以前よりは余裕を持って行動できそうです。さて次が、左端のエルダーガーディアンの住処です。ここもシーランタンが多いわね。壁が結構残っているので、落ち着いて回収できるのがありがたいです。そして2階までは回収し終わり、1階部分に着手します。ここからは壁をくり抜きながら全部屋移動することになるわね。で、4分ほどシーランタンの回収に勤しんでいたら、妙な音がしました。まあ気にせず回収していたら、今度は水を跳ねるような音が。何事でしょうか。つまり、ガーディアンが水に溺れているのね。それだけはありえないと思います。普通に壁にめり込んで窒息ダメージを受けているようですが、どうやってめり込んだか気になります。見てもさっぱりわからなかったですが、シーランタンを抜いて水流ができていたせいかもしれません。そして、だいたい5分ほどで1回のシーランタンは回収完了です。多分スポンジ回収しながら2回を全部屋回るのも、同じくらいの時間になると思います。スポンジ部屋の数によりそうね。で、残りはこの入り口のシーランタンのみとなりましたが、ここの回収はほんと苦戦しました。次から次にガーディアンから攻撃を受けて、あと4つというところでポーションが切れて、でもまあエンチャントの効果で溺れる前に、なんとか回収完了です。意外と息が続くのね。なお、建築材の必要数には2つだけ足りませんでしたが、あとはドロップ増加3とエルダーガーディアンのドロップだけで足りるかもしれません。で、あとは海上仮拠点を撤去して、次の海底神殿を目指すだけとなり、インベントリ圧迫のプレッシャーから、海底神殿3のブロックの捨てスキルを獲得しました。予定より早く身につけられたわね。さて、ビーコンはシルクタッチでなくても回収できる知識があるのですが、未だに怖いのでシルクタッチです。で、この時点ですっかりビーコンに慣れすぎており、ここからが事件の始まりです。それと、すでにお気づきの方もいると思いますが、この時点で防具の耐久がとことん減っていたことに、気づいていませんでした。なんで見なかったのよ。海底神殿に行く前はまだ耐久が4分の3残っていたんです。修理が必要になるのはまだまだ先じゃないかと。そしてビーコンは問題なく回収できましたが、ここで食料ゲージが減っていることを見落としています。期待感が膨らんでくるわね。そして重要アイテムをエンダーチェストにしまって、船に乗り込んだところで食料ゲージは見えなくなります。そして、水蓮の葉を余裕しゃくしゃく船で回収し始めました。ちなみに、徐々に進めばどんどん回収できるので、爽快感があって気持ちいいんです。夢中になるのは良いことよね。11×11 枚なので、6回でほぼ全部回収できるとか考えながら、2回目の突入です。で、ここでハートの減少にやっと気づき、食料食べようとして、ヘルメットがなくなったことも気づいて、さらに今のハート2つ分ダメージで、あと一撃で死ぬことにも気づいてもうダッシュです。しぶといわね。今のダメージがハート1つ半だったのは、純粋に運が良かったです。というわけで、防具作り直しに拠点に戻ってきたところで今回はここまでとなりました。海底神殿連続攻略の遠征には、かなどこが必需品のようです。
あとダイヤもそこそこ消費しそうね。まああえて言えば、早めに気づいてよかったです。遠征中に気づいたら、面倒なことになるところでした。では、次回こそは遠征を頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。